シャドーイングはいい勉強法ですよ。そんな風に聞いたことがあるかもしれません。でも、どうやってやればいいのかよくわからない。そう感じたことはありませんか？この動画では、聞く、学ぶ、話すの3つのステップで自然にシャドーイングが練習できます。ストーリーは60秒から90秒ほど、シャドーイングにちょうどいい長さです。文法や語彙のポイントもわかりやすく説明します。一緒に練習しましょう。それでは始めましょう。今日のレッスンは1本の藁2の2です。タイムスタンプもあります。概要欄をチェックしてみてくださいね。このお話の語彙リストやトランスクリプトをダウンロードできます。概要欄からクリックして使ってみてください。前回までのお話です。一人の若者はお寺に行きました。若者は観音様に私を助けてくださいと言ってずっと祈り続けました。ある日、一人のおじいさんが夢に出てきました。夢の中でそのおじいさんは若者に、観音様はお前を助けてくださると言いました。今日のレッスンではこの8行を勉強していきましょう。では、まずストーリーを聞いてみましょう。とにかく早くここを出て行きなさい。ここを出たら最初に手に触ったものを拾いなさい。それがどんなにつまらないものでも大事に持っていなさい。そうすればそのうちお前の運は良くなる。さあ、早く出て行きなさい。そして若者は目が覚めました。若者はゆっくり起き上がりました。そしていつもの通りお坊さんのところへ行きました。お坊さんから食べ物をもらいました。それからすぐにお寺を出ました。その時、つまずいて転びました。どうでしたか？それでは文法のポイントや語彙を勉強していきます。とにかく早くここを出て行きなさい。とにかく他のことや詳しいことを考えずに何かをするときに使います。例えば、とにかく早くここを出て行きなさいは、他のことは考えなくていいです。まず、早くここを出て行きなさいという意味です。他にも、例えば、とにかくやってみよう。
泳ぐことは頭で考えていてもできませんね。ですから、まずやってみよう。そういう意味です。とにかく元気でよかったです。夫が入院してとても心配しました。まだ入院しています。でも元気です。心配はあるけど、でも元気でよかったです。そういう意味です。ここを出たら、最初に手に触ったものを拾いなさい。ここを出ます。場所を出ます。出ますの反対は入ります。場所に入ります。に入りますを出ます。他にもに乗りますを降ります。使い方を絵で覚えてみてください。ここを出たら、最初に触ったものを拾いなさい。A したら B。あることが終わった後で、次に他のことが起こるときに使います。A は竹を使います。例えば、ご飯を食べます。ご飯を食べた。ご飯を食べたら歯を磨きます。起きます。起きた。起きたら顔を洗います。ここを出たら最初に触ったものを拾いなさい。拾いなさい。なさいは親や先生などが子供に指示したり命令したりするときに使います。マス形、マスを取ってなさい。例えば、男の子が宿題をしませんでした。先生は男の子に言います。宿題をしなさい。例えば、子供が夜11時にもまだゲームで遊んでいます。お母さんは子供に言います。ゲームをやめなさい。ここを出たら最初に手に触ったものを拾いなさい。それがどんなにつまらないものでも大事に持っていなさい。どんなにつまらないものでも、どんなに何々でも、どんなに強く何かが起こっても、結果や状態が変わらないことを表す表現です。大事に何かや誰かを壊れないように気をつけて丁寧に扱うことを
表します。大切に思っている気持ちを込めてするときに使います。持っていなさい。さっき勉強したます系なさいです。持っています。持っていなさい。そうすれば、ある行動の後に欲しい結果や思った通りのことが起こるときに使います。そのうち、いつ起こるかわからないけれども、何かが最後に起こります。そういう表現です。お前の運は良くなる。何々くなります。何々になります。何かの状態が変わることを表すときに使います。例えば、お米です。2000円でした。でも、最近4500円です。お米が高くなりました。足を怪我しました。今、足はいいです。足は良くなりました。いいですのときは、いくなりますではありません。よくなりますです。気をつけてくださいね。な形容詞になります。病気でした。今、元気です。元気になります。ピアノが上手に弾くことができません。たくさん練習しました。ピアノが上手になります。部屋が汚いです。掃除しました。部屋がきれいになります。きれいはな形容詞です。これも気をつけてくださいね。きれいになります。さあ、早く出て行きなさい。さあというのは、人に何かをするように言うときに使います。例えば、元気のない友達に、さあ、頑張ってやりましょう。それから、自分にも言うときがありますね。さあ、頑張ろう。出て行きなさい。これもさっき勉強したます系なさい。出て行きます。出て行きなさい。そして、若者は目が覚めました。若者はゆっくり起き上がりました。目が覚めました。ゆっくり起き上がりました。そして、いつもの通り、お坊さんのところへ行きました。いつもの通り、いつもと同じように、普通のやり方で何かをするときに使います。若者は毎日お坊さんのところへ行きました。いつもと同じです。今日もいつもと同じです。
いつもの通りお坊さんのところへ行きました。お坊さんから食べ物をもらいました。主語は若者です。若者はお坊さんから食べ物をもらいました。若者はお坊さんに食べ物をもらいました。同じ意味です。もらいます。あげます。1-5のレッスンでも説明しました。ぜひ見てみてください。それからすぐにお寺を出ました。その時、お寺を出た時です。つまずいて転びました。では、クイズです。に入ります。を出ます。に乗ります。を降ります。にとをの使い方。イメージしてみてください。1、部屋を入ります。部屋に出ます。2、部屋に入ります。部屋を出ます。3、部屋に入ります。部屋に出ます。どの組み合わせが正しいでしょうか？正解は2、部屋に入ります。部屋を出ます。1、電車に乗ります。電車に降ります。2、電車に乗ります。電車を降ります。3、電車を乗ります。電車に降ります。どれでしょうか？正解は2、電車に乗ります。電車を降ります。A たら B。A のアクションが終わった後で、次に B のアクションが起こります。ご飯を食べます。歯を磨きます。はい、どうぞ。ご飯を食べたら歯を磨きます。起きます。顔を洗います。はい、どうぞ。起きたら顔を洗います。あなたは起きたらまず何をしますか？はい、どうぞ。高校を卒業します。大学に行きます。はい、どうぞ。高校を卒業したら大学に行きます。家に帰ります。ビールを飲みます。はい、どうぞ。家に帰ったらビールを飲みます。
あなたは家に帰ったら、まず何をしますか？はい、どうぞ。く、なります。に、なります。誰かや何かが別の状態や形に変わります。なりますは、なりました過去形で使われることが多いです。ですから、このクイズもなりました過去形で練習してみてください。お米は2000円でした。今4500円です。最近お米が高いです。はい、どうぞ。最近お米が高くなりました。風邪です。すっかり元気です。はい、どうぞ。すっかり元気になりました。ピアノが上手ではありません。ピアノが上手です。はい、どうぞ。ピアノが上手になりました。足を怪我しました。足はだいぶいいです。はい、どうぞ。足はだいぶ良くなりました。部屋が汚いです。とてもきれいです。はい、どうぞ。とてもきれいになりました。A は B にをあげました。B は A にをもらいました。若者はお坊さんに食べ物を1あげました。2もらいました。どちらでしょうか？正解は2、若者はお坊さんに食べ物をもらいました。山川さんは田中さんにプレゼントを1あげました。2もらいました。どちらでしょうか？正解は2、山川さんは田中さんにプレゼントをもらいました。私は母に花を1あげました。2もらいました。どちらでしょうか？正解は1、私は母に花をあげました。文法や言葉の意味を勉強したところで、最後にシャドーイングを練習してみましょう。声に出して一緒にやってみてください。とにかく早くここを出て行きなさい。ここを出たら
最初に手に触ったものを拾いなさい。それがどんなにつまらないものでも大事に持っていなさい。そうすれば、そのうちお前の運は良くなる。さあ、早く出て行きなさい。そして若者は目が覚めました。若者はゆっくり起き上がりました。そしていつもの通りお坊さんのところへ行きました。お坊さんから食べ物をもらいました。それからすぐにお寺を出ました。その時、つまずいて転びました。はい、お疲れ様でした。どうでしたか？シャドーイング、リスニング、上手になるために繰り返し何度も何度も聞いて話す練習をしてみてくださいね。また、この続きもお楽しみに。最後まで見てくださってありがとうございました。